皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からのリクエストで飛島ホールディングス証券コード 256A の現場に入ります。まだできたばかりの会社、実はホールディングス体制として生まれ変わったのが2024年の10月というだけで、中核を担う飛島建設は1883年に創業した140年以上の歴史を持つ老舗のゼネコンなんです。伝統と新しい挑戦が入り混じるこの現場、早速点検していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。現場の基本スペックをサクッと確認します。配当利回り 5.0%、3.0% 以上目標、合格。 ROE 会社の稼ぐ力 7.4%、10.0 以上目標、もう少し。自己資本比率倒産しにくさの貯金箱 32.0%、50.0% 以上目標、もう少し。配当成功無理のない還元化 46.3%、50.0% 以下目標、合格。補足、現金キャッシュフロー。営業キャッシュフローは28億円のプラスでしっかり本業で現金を稼げています。判定としては高配当で株主への還元姿勢はバッチリですが、稼ぐ力や財務の分厚さにはまだ伸びしろがある現場と言えますね。続いて事業内容の点検です。なんで稼いでいるのか、セグメント構成比を見てみましょう。土木事業687億円 49.7%、 建築事業511億円 36.9%、 グロース事業など185億円 13.4%。 売上の約半分を土木事業が稼ぎ出しています。この現場の最大の強みは140年の歴史で培った技術力にあります。特に地震などの自然災害に対する技術に定評があり、防災の飛島として国土強靭化の工事で強みを発揮しています。さらに古くなった橋などの寿命を伸ばすインフラアンチエイジング技術、ハイドロジェット RD 工法などや、提携業務を遠隔に集約して現場を支援する FSC フィールドサクセスセンターといった独自の DX 技術を取り入れており、まさに未来の建設業を作ろうとしている企業です。次は業績の軌跡点検です。過去5年の推移を見ていきましょう。売上高は2020年度の1172億円から2024年度には1382億円へと綺麗な右肩上がりを描いています。営業利益も39億円から64億円へと力強く成長しています。ここ数年の建設業界は資材の高騰や人手不足によるコスト上昇という強い逆風が吹いていました。しかしこの現場は発注者としっかり価格交渉を行い、さらに DX を使って徹底的に無駄を省くことで逆風を跳ねのけて利益を残す筋肉質な体質へと進化しているんです。次は財務の深掘り点検です。総資産1572億円、現金という体力を258億円持っていますが、有利子負債という借金が364億円あり、手持ちの現金よりも借金が少し重たい状態です。また倒産しにくさを示す自己資本の貯金箱は 32.0% と安心ラインの 50% には届いていません。ただこれは水中ドローンなどの特殊技術を持つ企業を M&A で仲間にするなど、将来の成長のための投資にお金を使っているからです。攻めの借金とも言えますね。そして皆様お待ちかね、還元姿勢の点検です。配当と配当成功についてです。過去5年間の1株当たり配当金は50円、50円、60円、70円、90円と見事な増配トレンドを描いており、今期2026年3月の会社予想も100円と力強い増配が予定されています。ここで注目なのが還元ルールを DOE 自己資本配当率 4.0% 以上に変えたことです。これはその年の利益の良し悪しではなく、会社の筋肉量 BPS 1株当たり純資産を基準に配当を出す仕組みです。会社が成長して BPS が大きくなれば自動的に配当金も増えていくという最強のルールなんです。ちょっと計算してみましょう。飛島ホールディングスの現在の BPS は2755円です。
もし今すぐ目標の DOE4.0% が適用された場合、配当金は2755円 ×4.0% イコール約110円になります。最新の株価1992円で計算すると、なんと配当利回りは約 5.5% まで跳ね上がるポテンシャルを秘めているんです。業績の波に負けない底堅い増配が期待できるのは、株主にとって非常に安心感がありますね。続いて直近決算と将来目標です。中期経営計画では2027年度までに売上高1600億円、営業利益96億円、そして ROE を 10% 以上に引き上げるという高い目標を掲げています。これを達成するために、新しい技術を持つ企業をどんどんグループに引き入れる200億円の戦略投資を行う予定です。古い体質を壊し、稼ぐ力を底上げしようという強い熱意を感じますね。次にチャートと需給の点検です。現在の株価と需給を見てみましょう。株価は2026年の2月に2684円の年初来高値をつけましたが、直近では1992円となっています。また信用倍率は 35.83 倍です。将来の値上がりを期待して借金して買っている信用買いが多い状態なので、上値が少し重たくなりやすい点には注意が必要です。最後に結論、のんびりの判定です。総評として、飛島ホールディングスは140年の伝統技術防災の飛島と最新の DX や M&A を掛け合わせ、インフラの老朽化という日本の社会課題に立ち向かう非常に面白いゼネコンです。 BPS の成長がそのまま増配につながる DOE4.0% ルールの導入も魅力的ですね。ちなみに具体的な指値ですが、民株の AI 診断では理論株価1526円と割高判定でした。ただ PBR1 倍割れで株価は下支えされやすく、将来の配当利回り 5.5% 超えのポテンシャルを考えると、1500円台まで待つのは機会損失のリスクがあります。ですのでまずは今の2000円割れで少なめに打診買いし、もし1500円台まで下がれば絶好の買い増しチャンスとして厚く拾う二段構えの作戦が安全で面白いと思います。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆様、本日もご安全に。